こんにちは、ゆかです。今日は自分のアイデンティティはいつでも変えられるんじゃないかなっていうことをね、最近思ってるんですけれども、それについて話したいと思います。で、私今45歳。この45歳でもしかしてね、人によっては人生半分まで来たよね。これからこの残りの人生どういうふうに過ごしていきたいかなって考えるときに、この人生の集大成として、例えば家の中のもの、あとは人付き合い、そういうものをね、ちょっとずつ整理し始めて、人生の規模を小さく小さくしていって、管理が楽だし、人付き合いも減ればね、気も楽になるしっていうところをね、目指していこう。一般的に言うような就活をしていこうっていうね、そういう人もいるのかなって思うんですけど、私は45歳で始めようって思っていて、始めてるところでね、このね、そこのね、45歳で始めようって思うところには、自分の中で自分をどう認識するかっていうアイデンティティの変化っていうのをやっぱり作っていかなければいけないし、ほんのちょっとしたきっかけがそれを叶えてきてくれてるなっていう実感があるんですよね。で、それに深く気づいて腹落ちしたっていうのがあって、そのね、腹落ちを助けてくれた本についてまず紹介させてください。それからね、また本題に戻ります。それはね、これ稲田博夢さんのやればできる、挑め、生きろ、鉄になれという本です。この方はね、今2025年、去年の段階で93歳になられたんですけれども、世界中のトライアスロンの試合に出て、ギネスの記録だったりだとか、本当にね、優勝されたりだとか、世界的な記録どんどん更新されている方です。93歳で去年も海外に遠征に行って語れてます。そういう本当にパワフル、本当に健康の鏡、はつらつとして生きられている人間なんですよね。で、私はね、前も言ったけど、そんなに運動が得意ではないし、スポーツ観戦だって自分からはね、特に誘われなければしないレベルの人なので、いろいろなことがわからないんだけれど、この稲田博夢さんっていう方は、私前から海外のメディアでちょこちょこ目にしたことってあってて、存じてたんですよ。それがね、本になったってことで読んでみたら、私この方ってメディアですごくかっこいい姿をいっぱい見てたから、ものすごくかっこいい人になるために通った道だとか、自己管理方法だとか、食事の内容だとかね、そういうことが書かれてると思って読んだら全然違くって、一番読んでる中でページが割かれてたのが、いかに自分がスポーツできなくって運動音痴で、どの部活同好会とかに顔を出してももうみんなの足を引っ張るし、あまりにもひどい無様な様子で恥ずかしくて顔も出せなくなっちゃうレベルの、運動音痴だったかってことが書かれてたんですよ。で、もともとは水泳もできなくって、もう水に顔をつけるだけでも怖くて仕方がないっていうレベルの方だったそうで、その方がね、ちょっとずつ
もともとは奥様の介護が必要になったので新聞記者をされていた稲田さんも自分も体力をやっぱりつけなければってことで始めようと思い立った水泳だったそうなんですが、トライアスロン、泳ぐし走るし自転車に乗るしっていうね、これをやって世界で戦うような人になったんですけれど、このね稲田さんも自分の中のアイデンティティシフトがあったんだってすごく私勇気づけられたんです。だから年齢は関係ないし、今自分がどういうところにいるかっていうのは関係ないんだけれども、私もっとこういう風な人になりたい、自分はもっとこういうことを成し遂げたい、今は全然できない、やってみたこともないけどもしかしたらできるかもしれないっていうね、そういう気持ちになってみたい、なりたい、もっともっと湧き上がるものが欲しいっていう人は、この本、稲田博文さんの本ね、私このチャンネル、このねビデオのディスクリプションの方に本のリンク入れとくので、ぜひ読んでみてもらいたいと思います。でね、そこからまたね話に戻って、私のねアイデンティティのシフトっていうことについて話したいんですけれど、私今自分を YouTube のコンテンツクリエイター、YouTuber っていうのかな、だと認識してるんです。自分をね YouTube 作ってる人、YouTube やってる人って思ってます。それがね10年前の私には想像もつかなかったことなんだけど、どこで変わったかっていうと、本当に指一本でスマホの録画ボタンを押したところ、私はもともと YouTube 見てなくって、今の夫、結婚した夫に YouTube を紹介されて見るようになったんですよ。でそっから自分は検索ツールとして YouTube 使ってて、で1年2年とか前からなんか自分もこれやってみたいかも、面白そうかもってちょっとずつ興味持ち始めたんですよ。いや1年2年よりずっと前だな、思い出したのはね。でも実際に撮り始めたのは最近ですけれど、でそのねずっとっていうかちょっとの間ね、私 YouTube やってみたいかも、面白そうかもっていろいろ想像してたところから、 YouTube 見る側から YouTube のコンテンツクリエイターになった瞬間って、この録画のボタンを押すこと、それ一つだけで自分の中でアイデンティティシフトが起きたんですよ。でそれからそこのところから自分のビデオを1本2本ってアップロードする。で一人見てくれた、もう一人見てくれたって、ここからまたねどんどんこの自分のアイデンティティシフト起きたとこから自分の中で認識し始めた新しい自分のアイデンティティがどんどん固まってくる。これはね本当にね些細なことなんだけれども、ここでねこれ見てくれてる人に言いたいのは、自分のアイデンティティのシフトっていうのはほんの小さな一歩で起こせるんじゃないかなっていうことなんですよね。例えば自分はあんまり体を動かすのが好きじゃないって思っている人でも、少し例えば朝起きて家の周り一周歩くだけでも、自分は散歩する人っていう風にアイデンティティシフトが起きるかもしれない。でそこのとこからだんだん早歩きになっていつの間にか走り始めるかもしれない。で大会に出ちゃうかもしれないとかね。できっとそこのところには周りの人に今日の朝散歩しちゃったなんて言ったら、へえすごいねとか、
ちょっと走ったんだって言うと、あ、なるほどね、道理で最近体が締まってきたよねって言われてちょっと嬉しくなるかとか、そのね、自分が本当に些細な一歩を踏み出すだけで、そこのところにつられて周りの世界もだんだん変わっていって、自分のアイデンティティをもっとより強固なものにしてくれるっていうね、そういう作用が働くんじゃないかなって思ってて、私はね、すごくそういうのを実感してきた人生だななんて思ってます。自分のことをかわいそうな人って見ているだけじゃなくて、それ以上に私が守りたかった自分のイメージっていうのがあって、自分が人にどう見られるかっていうアイデンティティを守りたくて、親に愛されない自分っていうそのアイデンティティを認めたくなくて、すごくそこのところをごまかすのに外向けに苦労してた。それをやっちゃうと、外の人は私をどう見るんだろうだとか、まあね、本当にね、そこのところは知られたくなかった。だから私はこういったね、親との過去があるっていうのを話し始めたのは、本当にね、去年の冬とかぐらいからですね。でもそれもやっぱりこの自分の中でアイデンティティを変えて、自分っていうのは誰か、自分っていうのは何かっていうのを自分で外の世界に示していかないと、外の世界がそれを反射して私に返してくれないっていうのを確信持ち始めたんですよ。今日はね、このぐらいにしとこうかなと思うけど、みんなも本当に小さな一歩で自分のアイデンティティって変わるって思うので、もしこういう風な人生になったらいいね、こういう風に毎日過ごせたらいいねっていうことがあったら、本当に小さなことでもやってみてほしいなって思います。自分が自分をどう認識するかで、それを外の世界にちょっとずつ見せていくと、周りが鏡のようにそのあなたが外に出している姿を反射して返してくれる。で、そうやって外の世界もどんどん自分のアイデンティティを固める助けをしてくれるって私は思ってるんですよね。だから少しずつ本当に小さな一歩でいいから、もし自分になりたい自分っていうのがあるんだったら、挑戦をやめないでほしい、自分を諦めないでほしいっていうところです。自分を諦めたら人生変わらない。自分を諦めたら何も起こらないから。外が与えてくれているものをただ受け取るだけになっちゃう。自分とのやり取りがなければ、自分っていうのがなければ、外の世界はやっぱり作れない。外の世界があるのは、自分っていう人間はどういう人間かっていうのをちゃんと分かってしっかりと放ってるからだから。というような感じでね、今日はね、行きます。今日も聞いてくれてありがとうございました。小さな挑戦積み上げていきましょう。じゃあね。